先ほどのブーリエンヌでやってしまいました2枚ということで、ちょっと興奮したまんま、あそこは10区だったんだけれども、そこからこうテク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 歩いてきて今2区に到着して、すごい今ね話題になっているこのホクストンホテルに到着しました。なんかとても話題になっているということで、私行ったことがないので行ってみたいなと思います。でさらにここも18世紀の邸宅をフランス人のデザイナーの方が入ってすごくモダンにされたみたいで、そういう意味ではさっきのねブーリエンヌとこうちょっとつながるところもあるのかなと思うんだけれども、でもここってあれなんでしょ、すごくいろんな方たちがこうパソコンとか持ってきてお仕事してたりとか、結構すごくカジュアルに皆さんが集ってるところらしいの。だからホテルって言ってもなんかこうかしこまった感じじゃなく、なんか多分若々しいところで行ってみよう。空いてるかな席。ボンジュー。メッシ。この螺旋階段が18世紀のまんまなのかな。そうですよね。18世紀の邸宅のまま残されてるんですよね。うわすごい。ねえなんかドキドキしない？これすごい。螺旋階段気をつけて上がってきてね、カメラ持ってると。わあ。ときめくね、ちょっと。すごく開放感がありますよね。ねさっきのブーリエーヌのところも、いくつかのファミリーが引き渡して次々に住まわれてたみたいですけど、家族の方がそのビュロとかではなくて、その普通のファミリーの邸宅っていうか本当お家っていう感じでしたね。やっぱり大切にさこうきちんと守っていくってすごいよね。完全に世代が本当に若いよね。そんな気ですよ。すごい若い。本当にパソコン開いてお仕事してる方がたくさん。ロンドンのホクストン地区で誕生したけれども、パリの本当に歴史的な邸宅を使ってフランスのデザイナーがデザインしてる。そっか、やっぱ邸宅が多い地域っていうことなの、そうですよね。それでも本当に2区のあたりとかってこう今もまだそういう感じが残ってるけれども、やっぱり繊維業とか卸とかも含めて多分そういうので栄えてたところで、そうですよね、きっと今もその名残があるし、でも残ってるのがやっぱりすごいな。こういう邸宅は石造りでしっかりしているから、きっとこう住み続けるのもきちんとメンテナンスをしていけばそんなに問題がないと思うけど、以前昔お会いしたことがある方はチョコレート工場かなんかだったところを買って、そこがお家にしてたりとか、だからドワーってこうただの四角なので、屋根がこんな感じで斜めで、工場だったから、だけどそこをなんかオープンキッチンにしたり、緑をいっぱい置いてこうちょっと囲われたサロンにしたり、でなんか多分奥の方にちょっと寝室を作ったりとか、でももうただの平屋ってことですか？もう平屋の工場、上手だな。上手ですよね。パリの中でもそのエリアによっていろんな特徴が違うじゃないですか。マレの地区とかだとやっぱりアトリエとか、芸術家が多かったイメージだし、でまたお家の作りの方はそこら辺はもっと古いのかな、オスマンとかではなく、もう少しもっと古いと思う。そうだから実は地区によって本当に微妙になんか建物の雰囲気が変わったりとかするし、このエリコさんのこのブーリエンヌのデコラション、なんていうんですか、モチーフ、さっきカリンさんに教えていただいて、壁面のここの部分よっていうのを教えてもらったんです。だからほらボックスとかの柄も実はサロンみたいなところに壁の部分がなんかそのまんま本当にこうボックスのモチーフに使われてたりとか、だから完全にホテル・ドゥ・ブーリエンヌっていう邸宅の歴史を全部本当にシャツに全部シャツにそれに本当に感激しま
ました。本当に18世紀の邸宅のそのデコラションを入れ込んで、それをやっぱり身につけられるっていうところがすごい、なかなかすごいアイデアだなと思って、なんかこのプリーツとかもほら本当手作りでっていう、こういう繊細なものだとか、繊細な実はここに刺繍がされてたりとか、やっぱりこうちょっとしたところ着てると気持ちがいいし、本当に着ているとすごい褒めていただくし、なんか私も何枚か持ってるけど、やっぱり、なんか白シャツの奥深さをすごい感じる。白シャツと本当に文字というか白なんだけど、その本当にディテールっていうんですか、その辺で全く表情が変わって。だから同じデザインでも何でもないまっさらなシャツとこうプリーツが入っていると全く表情が違うし、そうだからそこの男性用のシャツが好きなのはやっぱすごくエレガントで、例えばうちの夫とかにプレゼントした時とかもシンプルなシャツなのに華やかな感じになるから、おおかっこいいって言って、そうそう。でもなんかえりこさんが出会われたのはほんの5年前ぐらいで、でもその前からえりこさんってやっぱりシャツだったし、この襟が高いのも好きだったし、なんかすごい出会いですね。そうでもシャツは私は本当にこれから80歳になっておばあちゃんになってもこのシャツが健在であれば全然着られると思うのね。やっぱり例えばミニのワンピースとか、なんかちょっとこうデザイン性があまりにもあるものとかは今は着れても将来的にはやっぱりどっかでこうちょっと着られないってなることが多いと思うけど、シャツだったらば多分ずっと着られると思っていて、80のねおばあちゃんになってもなんかかっこよくシャツとか着て、もう本当にきっとこうねお腹周りとか少し楽な方がいいから楽なパンツだとしても、ね、綺麗なシャツを着てるだけで多分全然印象が変わるから。誰でも着れますね。私南仏でヴィンテージという名前にはならないかもしれないんですけど、多分1920、30年代とかから、多分もうだから50年以上前の、多分おばあさんが自分がこう履いていた白い、スカートを売っていて、小さな町の小さなブティックで、生地がだからもう何回も何回も多分現れて、すごく真っ白で、でもすごく素敵だなと思って、で生地の感じが、今のそう新しいコットンとやっぱり全然違うのよね。なんか重みがあるっていうか、すごく素敵だなと思って、でデザインすごくシンプルなんですけど、でしかもファスナーなんてないから、紐で、そうでこうやってやるような感じで、けどなんかそれもすごい素敵だと思って買ったんですよ。なんかそれを今思い出しました。そうだからコットンでも白は本当に難しいんだけれども、大切に着てるとやっぱりで現れてなんかくたっとした感じになるのか、シャキシャキっとした感じになるのかわかんないけど、そういう感じがまた気持ちいいし、そう確かにそうね、その昔のものだったらそうよね、チャックとかちょっとそう今ないもんだね。大切にしまってます。だからそうよね、リネンとかのそのテーブルのものとかベッドリネンとかもそうだけど、昔からのものがこの飲みの市とかでちょっと黄ばんでても美しい刺繍がされてるものが売ってたりとか、なんかいいのやっぱりね、使い捨てじゃない感じ、その大切に使う感じっていうのは、多分これから先は、今は本当にこういろんなものが溢れてるし、ちょっと必要なもの買ってもういらないから捨てるっていうことをおっしゃってる方も多いと思うけれども、多分これからやっぱりまたこういろんなことが戻っていく気がする。一つのものを大事に使うとか、大切に次の世代に伝えていくとか、それは服一つとっても、とは思ってるし、ね、そうであってほしいと思う。そうであってほしいよね。うちの母とかだと大切にしすぎて捨てられなくっても、これはさすがにとかいうものが出てくると、それはさすがに心を鬼にしてもこれはもうってなるけども、でもそうやっぱ大切にするっていう感覚は
だから最近はなんかあんまり物も買わなくなったというのは、結局もう過去に使ってきたものをまた大切に使おうと思っていて、で今回ねミラノに行ったりとか、またミラノから戻るでしょ。で今また家の中をほらリフォームするとかって言っても、いろんなものを取り出して整理してたら、結構実は忘れてた洋服とかが出てきて、うわこれ忘れてたっていうのでも綺麗にそのままあったんだけど、だから結構ね実は修理屋さんにすごい持ち込んだの。だから結構長く着てなかったから、ちょっとこうチャックが硬くなってたりとか、あるいはちょっとサイズダウンしたからはやっぱり履くとなんか落ち着かないなと思うものを全部持ってって詰めていただいてたりしてて、これをまた9月からは活躍させようっていう感じ。でも多分微妙にみんな形が古いとは思うんだけれども、別にもいいかなっていう。この前ミラノで、バルトさんと食事されご飯食べたた時に着てたジャケットって、私今までお見かけしなかったんですけど、あれはしまってあった購入したのが31とかの時は25年以上前ですごく素敵だなと思って、すっごい着てたの30代の時。その頃はとても着てたの。でもやっぱり子供出産があって子育てがある時にやっぱりこうピチッとしてるから綺麗なんだけれども、こう抱えたりとか、あとここら辺ちょっとファーがついたりするから、子供を抱えててほらなんか舐めるじゃない、子供ってこういうところも。だからそういうのも気になってちょっとしまい込んでて、でそのうちになんかちょっとこうパリで着るには頑張りすぎてる感じがするのかなとか思って着なくなってた。それを今回ミラノに行く時にイタリアの方たちが本当に洗練されてておしゃれだから、やっぱりこれはまた気合を入れてちょっと今まで着てなかったものをまた着なきゃっていう感じになって着だしたのね。だから子供たちも初めて見た、夫に至ってはうわ久々に見たって感じで、それがきっかけでもうヒール履かなくなったからこのパンツは無理だわとか思ってたものも、そっか当時はこんなヒールを履いてけど、ちょっと低めのヒールでまた履けばいいし、もうちょっと丈を上げれば履けるしとかで、今回また家のリフォームもあってこう上にしまい込んでたのを全部出してきたら、28歳の時にこれは買った服だわとかいうのが出てきて。でも今回やっぱりエリコさんがミラノに行かれたことがきっかけで、上の方にあったお洋服がこう出てきて、いろんな新しいねものをなんか見られてる気がします。当時はほら仕事をしたお金がすごく変な言い方だけれども自分が使えたわけじゃない、夫との生活費とかあっても、それで残った分は好きなように使えてたから、やっぱりなんかパリに来てもともと洋服が好きだったから、いやこれ買っちゃおうとかってやって買ってたものが、やっぱり今度は出産子育てという時期を経て、やっぱりその時になるとこう丈がちょっと短い、動きにくい、なんかしゃがむのに大変とかで、やっぱりその時々に必要な服ってあるじゃない。でちょっとさよならしてたものたちがまた戻ってくる感じですよね。また新たなワードローブっていうか、ミラノがやっぱりきっかけになった、これは本当にきっとパリもミラノもとてもおしゃれな街のイメージだし、実際そうだし、ファッションの中心地だし、だけれどもそこに生活してる人たちのこうエレガントとか洗練された感じのレベルはごめんなさい、ミラノの方が高いと思った。そうなんですね。本当に高いと思った。気持ちいい。もうカフェに行ってこうやって見てても気持ちいいし、もちろん全員じゃないけれども、うわーこれはちょっと私この格好で出てきちゃってと思うもの。お子さんがそんなもんですもんね。でもフランスっていうかパリは結構シンプルだったりね、オーソドックスなものをやっぱり好まれて使う方が多いから、だからスタイルが違う。なんか本当にミラノの女性とじゃあパリの女性を比較した時どっちがいいとかじゃなくて、ミラノの女性はすごくお化粧とか髪型もきちんと巻いて、そのきちんと巻いた髪を一日維持することを多分気をつけてる感じ。でもパリの女性は一度巻いた髪の毛をまたもうこうやってぐしゃぐしゃぐしゃってやって、なんならお水でちょっとこうちょっと湿らせてちょっと崩す感じがする。そうですね。わかります、その感覚。だから
ミラノの女性だったらきっとこうパンツにすごいヒールを履いてかっこよく歩くんだろうけど、パリの女性だったらパンツにペタンコのなんかちょっとこうとかスニーカーでちょっとこうトーンを落とすというか、力を抜かせる感じっていう感じがします。服装も楽に行くのは簡単なのよ。だって私もこの間ミラノでもう結構時差ボケもあって、でもなんかジーンズ履いてたらなんかお腹が苦しいとか思ってもう昔はピチッとしたのが好きだったけど、多分年齢とともにこうピチッとしてくるとなんか窮屈だわって思うようになって、前だったらそのピシッとしたのが心地よかったのが多分こうちょっとゴムにしたくなるわけでね。で次女に「いやなんかジーンズだとなんかちょっとお腹苦しいのよね」って言ったら「ママスウェット着ればいいじゃない」って言われて、彼女のスウェット着てゴムで楽々とかった結構そのまんま、家で仕事をしてたからなんだけど、結構ね3日間ぐらいスウェット履き続けちゃったの。でも楽でなんならそのまんま一回出ちゃったの、お家から。で私スウェットで出てる、おスウェットでとかと思っておおと思って、ですごい楽だったから、いけないこの楽なのに慣れちゃうともうずっとこの方が良くなるからダメだと思って、また次の日からジーンズを履いて。偉いです。やっぱりそこなかなか戻るのが今度厳しいですよね。でもそれはあと多分何日間かあったらもういいや、そっちに行っちゃうからもう全部次女の服借りてダボダボのセーターでなんか靴だけちょっとちゃんとしてればいいやとか思う。でもダメだ、もうこのまんま行ったら私はこのウエストダボダボが楽になると思っていけないと思って、翌日からまたジーンズを履いて。マリコさん意志が強いですよね。いや本当に一人だとめちゃくちゃだらけるんだもん。だからそれがそう知ってるからだらけちゃいけないって喝を入れないと。だからパリとか今しょっちゅう一人じゃない。でも帰ってきてこう誰かに電話してご飯一緒に食べようっていうもう気力もなく体力もなくで、そうするとダラダラすぎて、私これ絶対こんなナイトルーティンとか YouTube やったら絶対みんなから今までのなんか喋ってたことは全部嘘みたいな言われるぐらいダラダラ。きっとでもみんなそうだと思うんですよ。やっぱり人と会うことってすごい刺激だから、それはあると思うんですけど、でも家族間でもちゃんと刺激と思って本当の一人じゃなくて家族でも次女さんでもバルトさんでももちろんそこでもやっぱり緊張感があるっていうか刺激があるっていうところが、やっぱりエリコさんそこはすごいと思います。なかなかない方が多いかもしれないです。そっか、そう確か私家族といる時は、なんとなく意識する、でも次女とは今こう結構2人でいる時間多いから2人だからそう2人だから許してって言って、そうバルトさんの間だとやっぱりちょっとしたこう緊張感っていうよりも、もちろんリラックスはされてるんでしょうけども、やっぱりお互い刺激し合うっていう感じなんか緊張っていうとこういう緊張もあるけど、そういうのじゃなく、でもなんかちゃんとしてたっていうのは多分お互いにあって、でも全然パジャマ着替えた方が彼も相当ひどいし私も相当ひどいことになってるんだけど、それはもうねそういう時間じゃない。もうテロテロでいい、もう洗ってクタクタになった T シャツがパジャマ代わりみたいなのは全然それは誰にも迷惑をかけないし、で寝るときはやっぱり気持ちいい方がいいから、でもそれ以外はやっぱりそこそこ、すごく見ててそう思います。お互いをなんかすごくいいバランスでこう刺激し合ってるような感じ、じゃないと本当だらけるのが、簡単だから。私もだらけるの簡単です、ね、だらけるの簡単。私本当に絶対今のこのパリ一人暮らし状態の時のを隠しカメラでもついてたらもう外歩けないぐらい恥ずかしいぐらいダラダラ、もうダラダラです。でもそういう時間があるから、ちゃんとする時間も楽しいしっていう。ホプストンホテルにちょっとこうお茶しようと思って入ってきて、そのままおしゃべりタイムとなってしまったんですが、いろいろちょっとおしゃれのこととか建物のこととかいろんなお話をしました。本当にねすっごい気持ちがよくって、たくさんお茶できるスペースがあるのね、だからぜひちょっとまた次回も来たいと思います。思いがけず本当に立ち寄ったホテルが素敵で嬉しい。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございます。